こんにちは。明けましておめでとうございます。私はどこにいるでしょうか。これちょっと始まってんのかな。ちょっと待って、始まってんのかしらこれ。私はどこにいるでしょうか。ヒント。ここです、ここです。ちゃんと音聞こえてるかな。ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな。音出てる？あ、大丈夫ですね。大丈夫だ。オッケーオッケー。音大丈夫ですね。私はここでした私はここにいました。気づきましたでしょうか。皆さん明けましておめでとうございます。なんか噂によると、明けましておめでとうっていう、明けましておめでとうございますって言っていいのは今日までらしいですね。有識者の人によるとなんかね、仕事でなんかそういう話になって、今日明けましておめでとうございますって、昨日月曜日ですよね。昨日6日から私も今年の仕事始めだったんですけど、今日までが明けましておめでとうと言っていい日らしいです。うわー、びっくりやったーびっくりしてもらえてありがとうございます。元気ですか。12月まだまだ配信するよ詐欺をしていたかなげーです。あ、そう、松の内だ。そういう風に言ってたかも。松の内って何なの。丸の内みたいだなと思いながら、そういえば聞いてたんだ。今日仕事の職場の人とのなんかオンライン会議のね、最初のアイスブレイクトークで松の内って言ってた。確かに。何なのそれ。丸の内みたいな。松の内という何なんだろうね。習わし的な、日本の習わし的な感じなんですか。なんで7日までなんだろう。明けましておめでとうって言っていいのは。なんかずっと言っていいわけじゃないっていうのはね、なんとなくわかるけど、今年もよろしくお願いしますはね、別に1月中ぐらいはいいのかな。はい。今年は9日ぐらい休みがありまして、ずっと皆さん何をしていたでしょうか。あ、ちょっと待ってね。YouTube のコメントをまた出したい。ちょっと待ってくださいね。なんかもう今日はお察しの通り、新年明けましておめでとうございますのご挨拶の配信になります。ゲームはやらないです。ちょっと待ってね、どうしようかな。グリーンバック見切れてるね。ちょっと待ってね。YouTube の皆さんのチャットを出したいんですが、そうかな、これで。あ、来た。ありがとうございます。あれ、何のありがとう
これちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいか、見えるかな、見えないか。はい、前回のねクリスマスの雑談配信をしまして、今回もまた雑談配信です。というのもまだゲーム決まってません。次何やるかどうしよう、そう思いながら 1年が経ってしまったら、皆さんからいろいろね、おすすめしていただいて、でツイッターの方でもおすすめしてもらって、でいろいろね、なんだろうな、このゲームは面白そうだなみたいなのは出てきてるんですけれども、まだ決まってません。どうしたらいいでしょうか。はい、ということで今日は雑談というかね、明けおめって皆さんに何の連絡もせずに、クリスマスの後ね、まだやるよとかって言ってそのまま2024年フェードアウトしましたので、明けましておめでとうございますと言いたく、今日は、やってきました。皆さん元気でしたでしょうか。明けましておめでとうございます。元気ですか皆さん。私はね、去年ね、すっごい高熱で寝込んでたので、今年はそう寝込んで台無しになったんですよ、年末年始が。なんか正月感も、外にもあんまり行けず、何の正月感を味わうこともなく、去年はね終わってしまったので、今年こそは絶対に体調崩さないと思って、加湿器もつけてね、日々生活して、無事元気に年末年始を過ごすことができました。本当あっという間だったんだけど、年末年始の今回の長期連休、なんだろう、これ私小学校とか小さい頃からそうなんですけど、なんだろう、もう始まる1週間ぐらい前が一番ワクワクしてて、もうなんか楽しくて、もう仕事とかもなんかちょっと浮き足立って、ちゃんとやってますけど、浮き足立って1週間ぐらい前が一番楽しくて、で実際もう休み入りました、はい初日からもうちょっとカウントダウンが、休みが終わるカウントダウンが始まるので、初日からちょっともう悲しい気持ちに なるっていう、ありません？そういうの。正月らしいことは皆さんしました？私はなんだっけ、神社に行ったぐらいかな。お餅は結構正月以外でも普段からね買ってお餅は食べてるので、きな粉とかもね冷蔵庫に常に常備してますし、きなこ餅とかね、あとは磯辺餅かとかもね普段から食べてるので、いつしかからかなんだ、お正月料理、おせちは食べなくなっちゃったな。あえて買ったりもしてないし、もちろん作ったりもしないし、もちろんってことはないよね。作ってる方もねいるわけだからね。はい、ということでありがとうございましたどうしよう、ゲームなんか毎日こう夜ね次のゲーム考えてから明日こそはと思ってるんですけど、なかなかね、前回も話しましたけども、もう結構な頻度でね10時ぐらいには寝ちゃうので、なかなかちょっと次のゲームを決めきれずにいます。さっきもね言った通り、なんかこのゲーム面白そうだなみたいなのはねあるんだけども、なんかそれだけじゃできないからね、プレイ時間とか、私人の10倍ぐらい多分プレイ時間かかるので、プレイ時間調べたり、あとは今年のねゲームとかも面白そうなゲームの発売日とかもね一応チェックして、
出た時にねできるように調整もしたいと思ってるし、なんかあれこれ考えてるとなかなかなんか決めきれずに。そうだ、今話してて思い出しました。私年末年始あとあれ見てたんだ、キングスリーグ。ご存知ですか？キングスリーグ。加藤純一さんがYouTuber のね加藤純一さんが率いる日本チームの試合を見てました。今日もやってたんだね。なんかすごい追ってるわけじゃないし、全然詳しくないんだけども、ルールとかもね。でも一応見てて今日やってたんだね。ちなみにキングスリーグというのをご存じない方のためにヤフージャパンニュースに書いてるキングスリーグの説明としては、キングスリーグとは元スペイン代表のジェラール・ピケ氏がチェアマンを務める7人制のサッカー大会。人気サッカープレーヤーのほかゲーム実況者や YouTuber などのインフルエンサーがチームのオーナーを務めている点が特徴であり、オーナーが PK を蹴ることができるなどエンタメ性に特化したルールが設けられてるってのがこのキングスリーグのこのスポーツの特徴なんですけど、私も本当詳しくないんだけど、いつこれ始まったんだっけ、2023年とかなのかな。最近なんか始まった新しいスポーツで日本は配信者の加藤純一さんがね、オーナーをなんかピケ氏から直接ツイッターかなんかで本当に詳しくないから正しい情報か分かんないんだけど、そのピケさんから直接なんかメッセージが来て、日本の代表のオーナーやらないかみたいな、あなたがやらなきゃ他の国の人にちょっとまた依頼するよみたいなのがあって、で加藤純一さんがオーナーを務めて、今回2回何回目なのかな、大会か分かんないけど、今回ねお正月1戦目やったみたいですねっていうか、それ見てたんですけど安定の何言ってるかちょっとわからない感じでちょっと申し訳ないんですが、イタリアね、なんかサッカーめちゃめちゃ強いイタリアに1戦目は勝って、でそれはねリアルタイムで見てなくて、1月1日の夜中の12時と違うな、1月1日から2日のにかけての夜中12時にやってて、でそれはねリアルタイムでは見てなくて、後から YouTube でかな見たんだけど、めっちゃすごくて、日本チームがでルールもなんかこうしっかり分かってないんだけど、でもなんか7人制のサッカーだし、コートもちっちゃいし、ちょっとなんかゲームっぽい、なんかそのゲームっぽい要素もあったりとか、なんかサイコロ回してなんかこう出た目によってなんか得点が一定時間2倍になったりとか、そういうなんかゲーム要素がねあるから面白くて、展開がすごく早いのが面白くて、でイタリア戦めっちゃ日本チームワークで勝利して興奮してたんですよ。加藤純一さんのゲーム配信は見たことあります。そう、私もなんかすごい配信者さんじゃないですか、有名な。なんか結婚式をなんだっけ、YouTube 配信して2億円だっけ、スーパーサンクス2億円集めたみたいな、合ってるかな割とね私もすごい昔から知ってたわけじゃなくて、ここ数年で知りました、加藤純一さんで。たまに見るんだけど、すごいはちゃめちゃな感じがすごく面白くて、たまにっていうか結構見てるかもね。そう、ゲーム配信とかもしてるんですよね。そうキングスリーグはなんか日本のメディアではあんまりなんか結果ぐらいしか取り上げられてないけど、でもすごいね面白い
です。それ見てました。で今日も試合やってたっぽいですね。トルコどことやってたんだ。モロッコだ。モロッコと今日対戦して勝てばベスト8だったのかな。でも負けちゃったみたいですね。残念。ちょっと後で見てみよう。これいつやってたんだろう。今日の何時からやってたのかな。なんか近未来的なスポーツっていう感じ。なんかただのフィジカルなスポーツじゃなくて、ちょっとゲーム要素が加わった。てかスポーツもゲームっていうからね、ちょっと難しいけど表現がなんかよりゲーム要素がこう盛り込まれた、ほんとエンタメ性に特化したルールで面白いので、もしね見てない方いたらぜひ見てみると楽しいかもしれないです。スポーツ、私昔はねバリバーやってましたけど、高校時代でストップして、そっからやっぱね自分がやってたスポーツだから、オリンピックとかぐらいはそのバリボーはねよく見てたけど、でもやっぱり高校卒業して5年ぐらいかな、ウォッチしてたのは日本のバレーボールを。そっからはもう一切見なくなっちゃって。でもねこれキングスリーグはすごい面白い。ルールをね把握したらもっと面白いのかもねっていう、そういうなんか それしかやってないのかいって感じなんですけど、それが結構正月やったことの記憶に残ってる。あとドラえもん見たな。ドラえもんの映画、のび太と空の理想郷の映画見ました。面白かったな。なんかちゃんとずっと しっかり集中して見てたわけじゃないけど、なんでドラえもんってあんな感動するんだろう。全然集中して見てなかったけど、なんか最後のなんかのび太とそのジャイアンとかね、しずかちゃん、スネ夫、ドラえもんの仲間たちのなんだろう、僕は僕のままでいいんだみたいな。テストもダメだけど寝坊もするけどそれが僕なんだみたいな。しずかちゃんはちょっと傲慢なところがあるけど、でもとっても心が優しいんだ。ジャイアンは人のこと殴ったりちょっと怖いところあるけど、でもとっても心が強いんだ。スネ夫はああ見えて実は友達思いなんだみたいな。なんでもうそれだけでもう全然集中してそれまで見てなくて、ストーリーとか全然ちょっと把握できてないのに、もうそのシーンだけでブワー泣ける。やっぱドラえもんいいわ。ドラえもんとクレヨンしんちゃんとかそういう感じですよね。なんか集中してみても面白いけど、最後のそういうもうここぞというシーンだけで本当に涙が出てくる。そうか、寝坊してもいいのか。それが現実世界の私たちに当てはまるかどうかは知らんです。すいませんっつってね。最近してないな。私1回くらいあるかもしれない、社会人になってから。なんかね、記憶にある限り1回はある。結構若い時、多分20代前半ぐらいの時かな。1回はあるよ。すっごい致命的な寝坊ではなかったんだけども、致命的な寝坊ではなかったけど、でも結構ねやばかった。なんかね、やっぱすごい焦るじゃないですか、寝坊すると。でしかも私昔その店舗、今のね職業じゃなくて、今の仕事じゃなくて、もう退職した昔の仕事なんだけど、その時店舗勤務で、ある仕事の店舗勤務で、店舗勤務ってさシフト制で、その時私シフト制で
朝晩だったんですよ。朝晩で鍵を開けなきゃいけなくて、店舗の鍵を開けないと20代じゃなかったんですか20代じゃないでしょ、どう見ても20代じゃないでしょ今ってことですよね。20代なんてもうとうの昔に終わってますよ。とうの過去に。それでアポあったお客さんとかが入れないから、もう絶対に朝晩の人はねもうできないんだけど、寝坊しちゃったんだよね。でも致命的な寝坊じゃなかったからタクシーで行ったのかな。とりあえず上司に連絡してタクシーで行って、でなんかその店舗が大きい商業施設に入ってたから、その商業施設の人に一応開けるだけ開けてもらって、で店舗の電気もつけてもらって、で一応お客さんは入れるようにしておいて、それってありだったの？そもそも今考えると結構危なくない？いろんな情報とかあってさ、そっちの方がやばくない？今考えたら。大丈夫だったんかな？人事っぽい感じですけど、今考えたらそのルールなしだよね。その運用。お客さんがさ、スタッフいない中勝手に入れたら、結構いろんなね情報がね、ディスク周りとかあると思うので、あったから、ちょっと今考えたらそれやばいな。でもそういう風にしてもらって、で開店10分ぐらい前にタクシーで到着して、なんとかギリ間に合ったとは言えないかもだけど、ギリとも言わないか、ギリアウトか。焦ったな。焦るよね。どうなる？朝目が覚めてもう絶対にもう大遅刻の時間、なんか化粧せずにもうパッて着替えて外に出れば間に合うレベルの時間じゃなくて、もうついてなきゃいけない時間とかだったらどうなります？私どうなったかな。夢であれと思ったかもしれない。夢であれって、その時なんかなんだろう、急いで準備しなきゃってなる人と、多分呆然としてどうしようってなってまたもう一回布団に入る人と、あとどんなパターンがあるかな。とりあえずジタバタその場で。私そのタイプかもしれない無駄な動きが多いから、日常的に。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますなんか明けおめご挨拶配信でしたけど、全然違う話、なんか寝坊したらどうなるって話を今してましたが、一回多分ね、私は一回時計見て、さーってまず血の気が引くじゃないですか。血の気が引いて、夢であれって思った後に、多分もうどうしよう、どっからまずやろうみたいな、頭が真っ白になるから、普通のさ、なんか店舗勤務とかじゃなくて、普通の会社に行ってカタカタ仕事やるんだったら、まあ遅刻してもまあ別に大失態って感じじゃないかもだけど、もう何せ私が行かねばお客さんが店舗に入れないみたいな、アポのお客さんもどうしたらいいか分かんないみたいな状況だから、もうほんとどうしたらどうしようみたいな感じで、でも多分そっからね頑張って準備してタクシーに乗ったんですね、その当時ね、私は。それぐらいかな。でなんかね、人によって寝坊してもどっしり構えてる人もいません？なんか昔のね、その当時働いてたその店舗勤務だった時の先輩がまさにそれで、なんか全然来なくて、出勤時間になっても、で連絡しても全然返事なくて、で3時間ぐらいしてから、シフト勘違いしてましたみたいな返信が来て、でまたさらにその数時間後ぐらいに多分出社してきたんですけど、その当時の先輩ね、すいません勘違いしてましたみたいなすいませんシフト勘違いしてましたみたいな感じで登場してて、
なんかなんだろう、私だったらもうめちゃめちゃほんとすいませんでした、ほんとすいませんでした、本当にご迷惑をおかけしました、すいません、ほんとすいませんみたいな感じにめっちゃ焦るからね、なるなと思ったんですけど、なんだろう、なんか人によってさ、寝坊しても別になんかどっしり構えてる人っていません？てかそんなに寝坊とかさ、勘違いとかで間違えて出社しないみたいな人もいないか、そんなに。でももう一個ね、そういえば記憶に残ってるエピソードがあってこれもね、同じくその前の職場なんですけども、一緒に働いてた後輩くん、新卒だったんかな、その時新卒の後輩くんがいて、で結構ね私と同じくこうヘマやっちゃう子だったんですよ。この愛情を持って今言ってるんですけど、ヘマやっちゃう男の子でなんだっけ、遅刻してきたんですよね。遅刻してきて、で別になんかその時 お店が開けられなくて誰かに迷惑かかったとかじゃなかったと思うんだけど、なんか遅刻してきた理由がなんかね、どうしたの今日みたいな感じで聞いたら、駅で怪我したおばあちゃん助けたみたいな、なんか怪我したおばあちゃんを助けて、そこからなんか一緒に付き添って病院に連れてってっていうね、なんかそのすごいエピソードが返ってきて、で実はなんかそのなんだろうね、漫画とかにありそうなねエピソードが返ってきて、そんなこと本当に起きんのみたいな、結構そういうね内容だったんですよ。でそれね、実際嘘だったんだけど実際なんかそれは実は本当はただ寝坊しちゃっただけで、それを正直に言うのが怖くて、なんかそういう嘘ついちゃったってね、言うちゃんっていう話だったんだけど、もうちょっとなんだろう、みんなにバレないような嘘がもうちょっとあったんじゃないかなって漫画みたいなストーリーの嘘ついたなってね、その時思ったの。それ結構強烈な記憶にあります。はい。ということで、皆さん何の話だったんでしょうか。今日何の配信だったんでしょうか。今日は最初にもお伝えした通り、まだ次のゲームはあんだけね、皆さんからいろいろねおすすめのゲームをいただいてて、まだ迷ってます。はい。いつからできるかな。もう今年がもう2025年始まっちゃったからね。どうしよう。なんか目標とかもさ、もう全然今年の目標みたいなのも全然決めてないんですけど、なんか常に私ってこうその場に身を任せて海の中で漂ってる木図のように人生を生きている人間なので良くも悪くもなので、でもたくさんゲームしたいなとは思ってます。たくさんいろんなゲームをチャレンジして、これクリスマス配信の時にも言いましたかね。明けおめでーす。皆さん明けおめでーす。いらっしゃい。今年もよろしくお願いします。去年数えてみようかなと思って、去年どれぐらいの種類のゲームをやったのかなって、結構やったと思うんですよね。これクリスマス配信の時にも言ったと思うんですけど、なんか今年はなんだろうな、結構私そのゲームのそのビジュアル、キャラクターのビジュアルとか、あとやっぱ RPG が好きだから、ストーリー性のねある重厚なストーリーの RPG が好きだから、なんかそういうゲームを選びがちなんですけども、なんかこうちょっと今までやったことのないようなゲームももしかしてやってみたらさハマるとか、なんか可能性があるじゃないですか。だからなんかいろんなタイプのゲームちょっとやってみたいなって思ってるんですよね。今年もね去年に引き続きなんか面白そうなゲームたくさん出るっぽいので、いろいろちょっとチャレンジしたいなと思ってます。
ホラーはね、ホラーも好きなんだけど、なんだろうな、限界があるからね、その耐えれる恐怖レベルの限界があるから。だから去年サイレントヒルがリメイクだっけ出て、2かな、リメイク出て、それもねやりたいと思ってたけど、やっぱどうしても恐怖で恐怖心でチャレンジがねできないままなんですけれども、そうまだ他の人のプレイ動画とか見てないから、まあチャレンジしてみてもいいかもしれないですから、トゥームレーダーですってしつこいね、トゥームレーダーもそうだから、もうやりまくろうかトゥームレーダーも含めいろんなゲームをやって、でさ、ちょっとやってやっぱこれちょっと合わないわってなったら、まあ別のゲームに切り替えてもいいわけですしね、ですよね。うん。だからまあいろんなゲームにちょっとチャレンジしていきたいなと思ってます。そっちの方が多分皆さんのなんか反応とかも、結構こういうゲーム好きな人多いのかみたいな反応とかもね知れるかもだし、だからいろいろやっていきたいなって思ってます。はい、それが今年の抱負です。私の唯一の抱負です。来週ぐらいには、今週中にぐらいには決めて、来週中ぐらいには、てか来週あれなんですね、13日が成人の日で休みなんだ、ラッキー。来週ぐらいからはなんかゲームやりたいな。夜はね、フォートナイトとか寝落ちしなかった時だけね、寝る前に今日は絶対フォートナイトやる、今日は絶対夜頑張って寝落ちせずにフォートナイトやるって思ってんだけど、8割は、ね、寝落ちしちゃうので、でもその残りの2割ではフォートナイトをねやったりしてて、なんでだろう、フォートナイトなんかさ、そういうさ、一人で夜ちょこっとやる時は RPG とかじゃなくてね、まあ RPG 系は面白そうな RPG 系のゲームとか、なんか他のゲームも含めて配信でやりたいから、まあ一人の時はやらないんだけど、一人の時はもう断然今はフォートナイトしかやってないんだけど、なんだろう、あれやっててね、途中でというかいつもこれ何の意味があるんだろうって時々思うんですよね。私スクワットで一人でプレイするんじゃなくて、オンライン上で4人のね仲間、自分以外の3人4人チームでこうプレイをするんですけれども、なんだろう、夜だと結構多分いろんな人がオンラインに入ってるから、なんかここ行きたいって地図上でねピンを刺しても、なんかみんなバラバラのとこ、ピンも刺さずにどこ行きたいか意思表示もせずに、みんなバラバラのとこと飛んでったりとか着地したりとかねしたりとか、全然なんかもうチームプレー無視で4人プレーに入ってるのに、もう個人プレーしかしない人とかねいたり、あと自分が死ぬとフォートナイトご存知じゃない方のためにねルールをちょっと説明すると、自分が死んだとしても仲間に生き返らせてもらうことができるんですよ。でも死ぬとすぐなんかチーム抜けちゃう人とか、生き返らせてもらうまで待ってんのがしんどいから、そういう人とかもいるんだけど、だからそういう時ねちょっと萎えたりもするんだけど、なんだよチームプレーじゃんこれって思うんだけど、でも何回もそのチームプレー、一人プレーじゃなくて4人プレーの方に入っちゃうの。なんかね、やっぱり倒れた仲間を助けに嵐の中戻ったりとか、なんか仲間が撃たれてたらくっそー反撃してやれっつって敵に向かっていくのが楽しかったりして、でもなんだろう、それを繰り返してても別にさ、自分のなんかランクが上がったりするわけでもないし、せいぜいなんかポイントが、そのゲーム内でのなんかポイントがちょっとこうなんかいろいろミッションクリアするごとに溜まってくぐらいで、それしかメリットないんだけど、
でもなんだろうね、オンラインでの知らない人とこう助け合いながら、1位に決してなれなかったとしても知らない人と助け合うなんか喜び、多分それを求めて私は夜な夜なフォートナイトをしてるんですけど、なんだろう感覚。でもあれを続けて夜1時間とかね2時間とか、なんか目がギンギンに冴えてる時とかはなんか夜中の2、3時とかまでやっちゃうんだけど、それをやって何に一体なるんだろうっていう興奮とかね、なんか今日も知らない仲間と助け合えた、いいプレーができたみたいなのはあるんだけど、それが味わえるから楽しいのか、だからやってるのかもだけど、これにこう溶けてる時間は何になるんだろう一体みたいな、たまに虚しくはなったりする。でもいいんだよね、それでいいんだよね。そういう時間が必要だよね、人生にはね。何もなんかこう何かにこうなんだろうなる時間だけじゃなくて、自分がただただ楽しいと思えることに没頭する時間も大事だよね。それが何かになるかは分からんけど。はい。ということで、今日はこの辺にして、今週どうしようかな。来週からゲーム、やるとして、明日からにでも本当はゲーム決められたらやりたいんだけどね。決められる自信がないわ、ずーっと。だって休みの日でも、年末年始の休みがあったのに決められてないのに、明日決められる自信がないわ。だから、やる詐欺にならないように、一応来週ぐらいからスタートするっていう風に言っときます。そうやってちょっと今年は信頼を稼ごうかな。やるって、いつもね、気持ちだけが前のめりになっちゃって、絶対やる。気持ちと、あと気合で生きてるから、私、やります、絶対やりますって言って、やれないことが多いので、やらない、できませんっつって、1週間ぐらい早くやるっていう。そしたら、みんな嬉しいじゃんあけましておめでとう、終わりがけに来ました。ありがとう。今年もよろしくです。皆さん。はい。ということで、去年はやる詐欺多かったですが、今年はやらないって言って早めにやることにします。はい。そういうことにしたいと思います。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。かなさんの肌の調子次第かな。どういうこと？そうだね。それ、よく覚えてたね。そう、私、そうな、肌の調子がね、ちょっと崩れたり、女子高生みたいだけど、目の二重、これはもう最近は思ってないけど、目の二重が1ミリいつもと違うみたいな。調子違うみたいな。他人から見たら絶対わかんないし、いつもと変わらないんだけど、自分だけがわかるちょっとした違いで、やっぱり朝のテンションがちょっと変わったりするので、だって女の子だもん。本当にやらないのはなしよ。それはひどいね。それ、一番ひどいね。そうだね。それはやめよう。本当にやらないのやめよう。一回ね、私も、なんだっけ、1年ぐらい空いた時がありますからね。1年ぐらいかな。一昨年ぐらいか、その前、3年ぐらい前かな。1年ぐらい配信ストップしてた時があったと思うので、そういうのなしにしましょう。はい。去年よりも、たくさんゲームをやって、いろんな種類をプレイして、いろんな種類のゲームをプレイして、たくさん自分で感動して、その感動を皆さんと共有できるように、私は配信頑張りたいと、楽しみたいと思います。クリスマスの時に言ってたね。よく覚えてましたね。そう、1年空いてた時がね、あったよ、確か。ちょっと一からもう一回動画ちょっと全部見直していただいて、どこで空いてたかなって、一から動画見直して見ていただいて確認いただけたらとっても嬉しいです。ついでにグッドボタンも全部押してもらえたら嬉しいです。はい。始まったよ、2025年。
いつ終わるんや。始まっちゃったね。でもこんな感じでちょっと今年も去年に引き続きこんな感じでね行きたいと思いますなんかさ、年が変わると2024年のね12月31日にさ思ってたこと、毎年さ、毎年これね、私記憶力が本当に本当にないので忘れてるんですけど、多分毎年思ってんの。年末12月31日2025年からはもう新しい自分になろうみたいな。でも知ってるよって、こんだけ長く生きてるから知ってるよ、人はすぐ変われないこと知ってるよ。だから気持ちだけでもこう穏やかに清らかに、怒らない、人は人、自分は自分、マイペースで、でもいい1年にしようってね、12月31日のね夜ぐらいにね思ってるんですけど、でもやっぱ人は変わらないね。同じですね。たった1日飛び越えたぐらいで、日をまたいたぐらいで人は絶対変わらないです。はい。もう1月1日からもなんかあたふた今日もゴミをね、ゴミの缶、トマト缶、ご飯作る時に使ったトマト缶を、空のトマト缶ね、中すすいで、なんかトマトのさ汁がさ中についてってさ、そのまま捨てられないじゃないですか。だからそういうのちゃんとやるんですよ。そう水ですすいで、で流しにねこう3缶重ねてたんですよ、トマト缶を。でその重ねてたトマト缶を缶を入れてるゴミ袋に入れようと思って、で絶対まだ完全に乾いてないし汚いから、流しに置いてたからね、汚いから絶対になんだろうな、落とさないように、普通ね落とさないと思うんですけど、別にその缶をゴミ袋に投げ入れるだけなので落とさないと思うんですけど、落としちゃったよね。なんで落としたかっていうとね、3缶ね重ねて持ってたんだよね。なぜかね、トマト缶ってさ、これぐらい、顔の半分ぐらいかな、これぐらいだと思うんだけど、でもたったこれぐらいの高さのトマト缶も3つ重ねると、ほらすごい高さになるのよね。わかります？3缶トマト缶を重ねるとこれぐらいの高さになるんですよ。それをなんで私重ねて持ってたの、片手で。で、汚いからだ。なんかトマトのその汁とかこびりついたのがついてて、なんかちょっと汚いから、なるべくね両手で持たずにもう片手でポイって捨てようと思って3缶重ねて、そうだ、3缶邪魔にならないようにその流しの端っこに3缶重ねておいてたんだ。それをひょいっと片手で持ち上げて、そのままゴミ箱にポイしようと思ったんだ。でもゴミ袋が後ろの方にあって、だからガチャガチャガチャっつってトマト缶の汁ビチャーっつって、ちょっと乾かしてたからそこまでビチャとはなんなかったけど、そういうことやっちゃうんだよね。自分がトマト缶をどれだけ持てるかわからないのか涙なんかさ、なんだこれ。でもね、これね、年とかのせいじゃないと思うんだよね。多分ね、昔からそういうところあって、なんでそんなことやっちゃうのっていうことをだから考えてないんだよ、ほんと。空っぽなんだ、頭が多分あと、いけるよねみたいな考えなしに、なんでいけるのかみたいな、そういう考えなしに、いけるっしょみたいな、目先のほんと1秒先、2秒先、3秒ぐらい先しか考えてないから、だからいけるっしょって、モテるっしょ、それより手汚くなったりとかするの嫌だから、とりあえずいけるっしょと思って片手で持ってポイってやろうとしたら、べちゃっつってガラ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 っつってなっちゃったんですよね。そういうのよ。
そんなことがもう今年も多発していて、で去年のね、ほんとそれこそクリスマスぐらいの時はそんな自分が嫌になってって今更かいって感じなんですけどね、嫌になって、でそのクリスマスの配信の時、それ結構なんかこんななんかゲームも決まってなくて、なんか雑談配信なんてできるわけないよこんな私がって思いながら配信したのがクリスマス配信。でも結局ね、皆さんからコメントいただいたり自分で話してるうちに、いいじゃん、これが私なんだよって、そんなヘマもするけどいいじゃんって、別にだから何が困るっていうの、人生その大きな目線で見た時に人生において何が困るっていうのってこれでいいじゃん、まあ人に迷惑をかけないレベルであればねって開き直ったのが前回のクリスマス配信ですね。はい。で今年もなんかまたガチャガチャした感じで始まって、もう少しかなさんの顔を大きく表示してほしいこれが限界じゃないですか。これが雑談面白いですありがとうございます。本当になんかね、ありがとうございます。なんかさ、正月らしいさ、音楽 BGM があればよかったんですけど、なんかなくて、ちょっとなんかこの陽気な音楽にしていました。ガラゲーチャーンハッピーニューイヤーイエーイ明けおめ皆さんコテロハッピーニューイヤー How was end of year and happy new year? Did you enjoy? イエーイイエーイ最初はもっと大きく顔表示してた。全画面でやってた時ですね。あれはもうね、だって5年ぐらい前の話でしょ。もう全然コンディションが全然違うので、もうこれが限界ですね。これが限界。もうこれ限界。これもうフルマックスです。イエーイ I was married to my ちょっと待って。I was married to my blanket。これちょっと待って、どういう意味 What a meaning? I was ちょっと待って。Can I translate? そういうことね。I understand。ちょっとほんとわかんなかった。What a meaning? Married to blanket? ブランケットね。そういうことね。I understand. That is most good なんて言ったらいいんだろう。That is most happy time for me 大丈夫かな。寒すぎるわな。どこなんだろう。どこなのかな、国は。体の芯まで冷えました今日。日本もすごい寒いですよ。今日は暖かくなかった。でも今日はなんか昨日より暖かかった気がしたけど。合ってんだ伝えたかったのはわかるめっちゃわかるよ。I was married to my blanket に対してね、ちょっとレスポンスしたかったこと、誰かちょっと翻訳してください。英語で誰か翻訳してあげてください。伝えたかったことはわかる。すごくわかる。私も一日で一番ハッピーな時間は夜布団に入るとき。家族がコロナになりました。流行ってましたよね、めちゃめちゃね。てか今も流行ってるか。年末にかけてコロナとかね、インフルエンザとかめちゃめちゃ流行ってた。で私冒頭で言ったんですけど、去年がほんと多分ねインフルだったと思う。熱が久しぶりに40度は出てないか。
いや39度ぐらいとかまであっても出てた。めちゃめちゃ出て、でなんかそんな中お風呂に浸かって、で体温が高い中お風呂に結構長時間浸かっちゃったから、もうなんか痙攣みたいになっちゃったりして、ほんとマジやばいと思ったんですけど、何の話してたっけ何の話してたっけ。そうだから今年はなんとか乗り切ろうと思って頑張って乗り切ったよ。みんな大丈夫だったかな。もう my most happy time is 何 when I go to bed, then I sleep with blanket, my blanket。 ちょっと全然ダメだな。全然なんかちゃんと言えてる気がしないな。 My wish is to get kissed by Kanage at last once in 2015。 ちょっと待って、ちゃんと理解できてね。むちゃくちゃですね。そうだよね。ちょっとね、全然出てこないね。全然英語が出てこないんでダメね。ちょっと待って。本当昨日久しぶりに雨でしたよね。だから雨のね音を聞きながら寝るのが、寒い部屋であったかい布団に入って寝るのがすごく好きなの。でも冷え性だからね、温まんないんだよね、自分の体温では。もう布団はそういうこと？ My wish is to get kissed by Kanage at last once in 2025。 そういうこと？願いは2025年に一度カナゲにキスされること。You complete. You are lucky you already complete your wish in 2025. You are lucky. イエーイ。めっちゃグリーンバック見切れてるやん。OK。はい。Nothing to hug on bed. これ何？誰かハグする人いないの？そういうこと？ベッドとハグする、どういうこと？ベッドとハグすることどういうことって、お前の英語むちゃくちゃやねんかみたいな、そういうこと？赤狼ってゲームが面白そう。赤狼ね、はいはい、ありがとうございます。あれだよね、武士のやつですよね。そう他の方からもレコメンドしてもらってウォッチしてる。面白いよってね、おすすめしてもらったんですよ。だからね、一応ねそれはウォッチしてますよ。だから面白そうだなと思ってるゲームはめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。あれだよね、ゴースト・オブ・ツシマを作った会社がやってたんじゃないっけ。ゴースト・オブ・ツシマみたいなゲームだよね。てかゴースト・オブ・ツシマもまた新しいのが出ますよね。ゴースト・オブ・ツシマとはまた別の舞台、別ストーリーのやつね、出るよね。いつだったっけ。ちょっと全然もう記憶力がさ、本当にだからもう飲みの記憶力だから何にも覚えてない。本当。初詣行ったよ。初詣100円投げてきた。平均どれぐらいなんだろうね、初詣でお賽銭って。でちゃんと住所と自分の名前と住所も伝えてきました、神様に。はい。私はちなみに無宗教なんですけど、初詣なんかね、そういうそれっぽいなんか正月らしいことはね
そういうイベントとかはめちゃめちゃ好きだから、なんかやっぱそういう季節に応じたね、なるべくそういうのはやりたいなと思ってちゃんと言ってきました。みんな4年前のかなさんに恋してる。恋しちゃったのうふふ。100円正月から太っ腹ですね。いやいや、だってさ、10円にしようと思ったよ、本当はね。10円に。で、私そういうのさ、なんだろうな。ケチだからさ、10円でも1円でも100円でも変わんないじゃんってね。本当は思ってるよ。本当はね、心の中ではね、思ってたけど、まあイベントだよねって思って、楽しんでやろうかってそれで100円かいっていう話なんですけど、まあこういうのってイベントだからさって。だってそこでなんかおみくじ引いたり絵馬描いたり、なんか1年を祈願した浜屋とかなんかいろいろ買ったりするのとかもイベントだから。買ってないけどさ、浜屋とかおみくじも引いてないけどさ。でもちゃんと1年頑張りますっつって住所を伝えてきた。住所と名前ね。Talking about money、 そうなんて言ったらいいんだ。初詣、そうだよね。なんか初詣って日本だけなのかな。Talking about first シリン、なんていうの、シリン、ちょっとスペルが読めないわ。First シェリン visit on New Year。 お賽銭、そうそう、お賽銭で通じんのかな。あ、自分も初詣100円にしました。スタンダードなのかな、100円って。お守り1000円でした。太っ腹。はい、ということでなんかもうそろそろ終わりますってから、なんかもう結局いつもの終わりの時間まで、お話ししてしまいましたけれども、はい、唐突に終わりますが、また次回お見逃しなく。頑張って次のゲームを、探して、また配信したいと思います。はい。今日も何の話をしたかはちょっと記憶にないんですけれども楽しいことだけが記憶に残りました。皆さんのおかげです。去年も皆さんのおかげで本当に楽しい1年を過ごせたので、皆さん今年も、よろしくお願いします。イエーイ。今年もよろしく。はーい。またバイバーイ。今年もよろしくお願いします。ありがとう。バイバイ。いい一日になりました。ありがとう。頑張って、次のゲーム決めてまた配信するから、みんなで感動分け合いましょうね。OK？I will decide and bye bye bam. Yes, end today. But I will decide next game soon. So please watch my channel. Don't miss you. Thank you. Kiss me now. イエーイ。ありがとう。バイバーイ。じゃあねー。